さっき質問の中で、私の肉体に、ね、お互いが肉体に合わなくとも、ご先生っていうものは分かる人がいるか、あるいは合わなきゃ分からないのかと。それは相当な高い人たちですね。神々を知ってらっしゃる方で、ね、肉体に合わなきゃ分からないのか、肉体に合わなくてもご先生ってのは分かるのかという、そういうような質問ありましたね。それに対してお答えしてみましょうね。人間は肉体におりますね、みんな。で、肉体にくっついてるもんだから、肉体の生活だけは分かんないんですよね。肉体の生活、肉体の周り、要するに五感ですね。目で見、耳で聞き、手で触れなければ分かんないわけでね、存在っていうのがね、あらゆるものの。ところが、ある点、思いが神様の御心の中に入っていますとね、そうすると、目に触れないもの、手に触れないもの、耳で聞こえないものも分かってくるわけです。だからその分かり方は多通りありましてね、誘拐なら誘拐のものだけが分かるような場合があるわけ。肉体のすぐそばが誘拐ですからね、肉体波動のすぐそばが誘波動なんです。そこの世界だけは分かって、ね。で、分かって、こっちの方が上になればいいんだけど、向こうの方が上になっちゃって、誘拐の生物に使われてね、わしは何々の神だ、なんだとか、わしは何の生まれ変わりだかなんだとかっていうような形で、ね、この、威張らせるっていうんですか、偉そうに見せて、それで人を導くような形になる、いわゆる行者さんや宗教家がたくさんおりますね。そういうところで留まってしまう人もあれば、ずーっと上の霊界深海まで行ってね、高い世界で、神様の元の響きの中で、お互いが分かり合い、お互いが連絡し合って仕事をするという立場があるわけですね。で、私なんかどういう立場にあるかっていうと、肉体の波動を全部捨て切っちゃって、全部神様にお任せし切って、生きるも死ぬもどうされるも神様がなさることなんて、ね、肉体の方の自分はどうにもなんないんだと。もう全然肉体では何にも自分はしない。できないですね、もうね。全部お任せしちゃった。だから生きるも死ぬもどうするも神様の御心のままだと。言うんで始まったわけね。そこで始まる最初はどうかっていうと、お金はなかったと。お金はなければ食べないんです。ね。お金を食べられますよね。だから食べなきゃ食べないでもいいと。ご飯を食べることも何も食べることも、寝ることも泊まることも何にも神様に全部お任せして、それでただ、人間の病気を治しにね、困った人の相談に行ったりしていたわけですね。で、お金ももらわないで、ね、食べることも何も考えない。食べなきゃ食べないでいいと。で、実際にあんまり食べない日が続きまして、二月ほとんど七分に近い時があったわけですよね。それは別に何でもなかった。今やずっと痩せていた時があったわけです。そういう状態でいて、自分の肉体の思いってもすっかり捨てきり練習したわけですね。そうすると、何が自分の肉体を支配しているかっていうと、神々が高い、ね、高いところにいらっしゃる神々の光が自分を導いていたわけですね。それでずーっと見てると、実はその中心になるのは自分の本体、本心であったと。いうことははっきり分かってきたわけですよ。ね。だからお金のことを思わない、地位のことを思わない、すべて思わない、ただ人を救う、人を愛するということだけでずーっと来たわけですね。ところが、それは私だけじゃなくて、過去における聖者っていう人は、ほとんどみんなそうしてきたわけです。自分のことを思わない自分を全部神様、仏様に捧げてしまって、で、神様、仏様の方から、ね、使命として授かった道を進んでいった。というのは過去の聖者全部そうなんですね。ヨガの行者の人たち、ね、大使と呼ばれる人はたくさん、たくさんってそんなに言いませんけど、たくさんですね、かなり、いるわけです。それは、インドだの、チベットだのいますけどね。そういう方々は、自分の修行と、守護人の方にやらせる修行、やらせられることが全く一つになってね。それで、何百年何千年と、長い期間生きてるような人もあるわけなんですよ。何千年と生きてる人があるんです。ね。そういう人たちは肉体の目に触れませんけれどもね、常に地球人のため働くような人のそばに来ていろんなことを教えてるわけなんですよ。そういうヨガにの聖者なんか、七大聖って言われる聖者なんかもいらっしゃってね。で、そういう聖者は肉体に、私がいることが分かってるわけね。
で、霊的な高い宗教家を通して、常に私に連絡を求めてきて、ね、ある時はまたほとんど姿を現して連絡を求めてくる。そういうことも随分まだあったが、今日でもあるわけですね。だから、高い聖者っていうのは、肉体と肉体合わなくたってね、合わなくたって、お互いにわかるわけです。ね。あそこに何々聖者がいらっしゃるな。ここでは、祈りのご本尊がいらっしゃるな。上島先生の出会いなんか全然合わないうちから、ね、こういう先生っていうのは祈りのご本尊だと。祈りの中心の人だって、上島先生はそう、言ってたわけですね。と私は、上島先生は信心だと、こう思ってるわけです。だから、肉体があった時はもうすでにもう、過去からあってると同じでしてね、きっとも肉体があったから初めてあったような感じがしない。初めから分かり合ってるわけです。ね。そういう形になるんですよね。ある高さにいるものは、お互いに肉体と肉体が合わなくたって、自然に交流して自然に、助け合っているわけなんですね。だからそういうふうに思ってくださって結構です。だから皆さん方もね、いつも、何を思うかというと、自分の本体が神であると。自分の本体は神様なんだと。だから、神様の自分を表すことを根性であるいは来生もある。とにかく、神様の自分をこの世で表したいという念願で、世界中が平和でありますように、日頃さん、日頃さんありがとうございます。そういう思いになって、世界平和の祈りの中でどんどんね、高い世界、一番自分の本体の高い世界に入っていくことを心がけなきゃいけないですね。そうしますと知らない、これ練習ですからね。知らない前にそうなります。私なんか知らない前にそうなったんですから。何年何十年の間にこうなっていくわけですね。